乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。ついに放送が始まりますな。放送前に私たち脳内会議メンバーが番組の紹介をします。まずは自己紹介を。私は真面目な思考を司る真面目カタリナです。私は強気カタリナよ。ハッピー担当のハッピーカタリナです。私は弱気。私は議長をしております。全員合わせてカタリナ5です。脳内会議とは何か説明をしておきましょう。そうね、私たちは主人公カタリナ・クラエスの脳の中にいるの。カタリナは破滅フラグを回避するために毎日いろいろなことを考えています。その考えをまとめているのが私たちカタリナ5なのです。ねえ、今日のおやつは何にする？ケーキ。私はマフィン。大体は食べ物のことを考えているのですけれどね。自己紹介が済んだところで番組の紹介をしていきましょう。まずは主人公カタリナのことを話さなくってね。意義あり。何よ真面目カタリナ。そもそもカタリナはこの世界の元になっている乙女ゲームフォーチューンラバーの主人公ではありません。ゲームの中の悪役令嬢です。主人公はフォーチューンラバーのヒロインマリアさんよ。でもこの番組の主人公はカタリナで、どういうことなの？私悪役なんて嫌ですわ。私だって嫌よ。まあまあ、確かにカタリナは悪役だけど私の人生の中ではカタリナが主人公よ。その通り。たまにはいいことを言いますね、ハッピー。でも悪役であることは変わりませんわ。そうだ、カタリナは魔法を使えるわ。いっそのこと魔法少女カタリナ・クラエスに転生してしまったってタイトルを変えちゃいましょう。いい匂い。悪役が嫌だからといってタイトルを変えてはいけません。カタリナは魔法の力もしょぼいですから魔法少女ものになったところで主人公にはなりませんわ。そうでした。食欲なら誰にも負けないからグルメ番組だったら主人公になれるかも。おお、その手があったか。いい加減にしなさい。改めて番組を紹介しましょう。そうですね、タイトルは乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に前回はタイトルが長すぎて尺に収まりませんでしたな。確かに長いですわね。前世では長いタイトルを省略するのが流行っていたわ。この番組もタイトルを省略すればいいのよ。それはいい考えですね。じゃあ略して音点はどうかな。なんだか大河ドラマのタイトルみたいですわ。では悪点はどうでしょう。なんだか雨が降りそうですわ。タイトルをどう略すかは放送が始まるまでに考えましょう。そうですね、まずは物語の紹介を。これは乙女ゲームの悪役令嬢に転生してしまったカタリナが破滅フラグを回避していくお話です。ずいぶんざっくりしてるわね。破滅フラグを回避するために立派な農民を目指すお話よ。はい。
世界一の農民になるためにいろんな海を渡って海賊退治をしていくの。農民の王に俺はなる。今回は真面目に物語を紹介します。乙女ゲームフォーチュンラバーの悪役令嬢に転生してしまったカタリナに待っているのは良くて国外追放、悪くて殺されるというバッドエンドのみ。カタリナは破滅フラグを乗り越えて無事に生き残れるのか。ハラハラしてドキドキする展開が待っていますわ。それでタイトルは何だっけ？乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生して前回もタイトルが尺に収まりませんでしたな。やっぱりタイトルの省略の仕方を考えた方が良さそうね。ピンときました。ハメフラなんてどうでしょう。それいいですわね。破滅フラグという言葉がなんだか可愛く聞こえますわ。ハメフラなかなかいい響きですね。よーし、じゃあハメフラに決定よ。いいなし。タイトルをどう省略するかは決まりましたな。ええ、あとは放送を待つのみよ。いいえ、まだやるべきことはたくさんあります。詳しく物語を紹介したり、登場人物の紹介をしたり。今日のおやつおいしいね。ええ、いいお味ですわ。やっぱり会議には甘いものが必要よね。我々が脳をフル回転させていますからな。おいしい。食べてばっかりでちっとも脳を使っていないでしょ。